こんばんは、クリミナルです。今回は日本で発生したある事件をご紹介します。今回は解説の方に時間を割いた動画となっております。では、始めます。1989年12月、大阪府のとある府営住宅で変死体が発見された。亡くなっていたのは溶接会社に勤める外国人の男性、ミゲルさん。彼は妻のエレナさんと6歳の息子、両親と同居しており、親子3世代、家族5人で暮らしていた。事件の8年前にミゲルさんの母親が来日、それから4年後、ミゲルさんとエレナさんが来日し、その2年後に父親が来日していた。事件前日、ミゲルさんは普段と変わらず、6畳の洋間に布団を敷き、エレナさんの隣で就寝した。翌朝、午前7時過ぎ、普段であれば、すでに起床している時間であるが、ミゲルさんが姿を現さないため、父親が様子を見に行った。するとミゲルさんは、まだ布団の中だった。何してるんだ、早く起きろと、父親が布団をめくると、ミゲルさんは両目を見開いた状態で冷たくなっていた。驚いた父親は知人に110番通報してもらった。ミゲルさんの父親は日本語が話せなかったのだ。ミゲルさんは仰向けでつま先が伸びた状態で硬直していた。外傷は確認されなかったため、捜査の初期段階においては病死か事件か判断できずにいた。ただ、時間が経過するにつれ、ミゲルさんの首に圧痕が顕著に現れ、顔面の皮膚にも溢血点が現れた。さらに、その後の司法解剖により、死因が窒息死と断定され、病死ではなく事件と断定された。現場の状況から何者かが外部から侵入して犯行に及んだとは考えにくい。捜査員は真っ先に家族を疑った。後日、取り調べが行われた。ミゲルさんの両親は日本語がほとんど話せなかったため、警察は通訳を用意した。ただ、ミゲルさんの両親には怪しい点は見受けられない。次に妻のエレナさんだが、彼女は片言ながら日本語が話せる。エレナさんは昼間、レストランのウェイトレスとして働いていた。事件当日はミゲルさんが亡くなったことで目に涙を浮かべていたが、取り調べの際は終始冷静だった。強行犯係の主任が取り調べをした結果、すぐに犯人が割れた。それは妻のエレナだった。事件当日深夜0時頃、エレナはミゲルさんが就寝したことを確認すると、熱火チーフを首に巻き絞殺したのであった。一部のメディアはこう報じた。被害者の妻は日本に定住したがっていたが、被害者の両親は母国に帰りたがっていた。この一件で圧力が生じ、犯行に及んだようだ。しかし、それは違っていた。実はミゲルさんは以前から不倫をしており、さらにエレナに対し日常的に暴力を振るっていたのだ。こうして追い詰められたエレナは、夫であるミゲルさんを絞殺したのであった。エレナは殺人容疑で通常逮捕された。その後、エレナの減刑を求める署名運動が起こり、裁判においても情状が酌量された温情判決が下った。夫を殺めてしまった妻のエレナ。彼女は夫の不倫や DV を苦にして犯行に及んでしまいました。この解説パートでは DV、家庭内暴力に重点を置いて解説していきたいと思います。DV、ドメスティックバイオレンスとは、主に夫婦間に発生する虐待やハラスメント行為のことで、恋人間ではデートバイオレンスと呼ばれます。DV とは、配偶者や恋人に暴力を振るうことだけではなく、性的虐待や経済的虐待、心理的な虐待も含まれます。性的虐待は、パートナーが嫌がっているのに、無理やり行為に及ぼうとすることや、堕胎の強要などを指し、経済的虐待は、パートナーにお金を渡さないこと、心理的虐待は、パートナーを日常的に侮辱したり、非難することです。
ちなみに、モラハラ、いわゆるモラルハラスメントは DV の中の心理的虐待の部分を指します。DV にはサイクルがあります。そのサイクルとは、蓄積期、爆発期、ハネムーン期、蓄積期という流れで、蓄積期はパートナーへの不満を溜め込む期間です。この事件ですと、妻のエレナが夫の不倫や暴力に悩まされ、鬱憤を溜め込んでいた期間を指します。次に爆発期。これは溜め込んだ鬱憤が爆発し、パートナーを激しく罵ったり、暴力を振るってしまう期間で、かなり危険なフェーズです。このフェーズで最悪事件にまで発展してしまいます。ただその後、DV の加害者が一転優しくしたり、プレゼントをあげるなどして機嫌を取ろうとします。すると DV の被害者は落ち着きを取り戻し、相手を許そうとし、中には自分にも悪い点があったと感じてしまう人もいます。これがハネムーン期から合理化への流れです。この合理化が DV のループにはまってしまう原因となっています。DV の被害者が脅迫され、別れたくても別れられないといった状況もありますが、この人は私がいないと生きていけないと思い込み、一種の洗脳状態に陥ってしまっていることもあるのです。なんで別れないんだろうと周りから感じられている夫婦やカップルは合理化してしまっている恐れがあります。次に DV の分類をご紹介します。1、男性優位型。2、保障的暴力型。3、心理的支配型。4、不安定型。まず、男性優位型ですが、これは男性は女性より優れているので、男性に支配されることを受容すべきだと考えているタイプです。このタイプの加害者は男性で、パートナーを暴力で支配し、中には強姦神話を信じている者もいます。強姦神話とは、男性が女性は襲われたがっている、誘っていると思い込んでいることです。この男性優位型は、警察官や消防官、軍人、建設業など、肉体労働を伴う職業に従事していることが多いとされており、運動部に所属していたことが多いとも言われています。次に、保障的暴力型。このタイプは最初はいい人そうに見えますが、親密になっていくうちに攻撃的になっていくタイプ。外面はいいですが、当たりやすいパートナーに鬱憤を晴らします。次に、心理的支配型。このタイプはパートナーを監視して過度に行動に介入するタイプ。パートナーの SNS を常に監視し、異性と連絡を取っていないか、怪しい動きをしていないかをチェックしたり、それをもとに強い非難をします。このタイプはプライドは高いですが、自分に自信がないため、パートナーに裏切られることを恐れている。その不安が相手の行動を監視することにつながり、それはコントロールフリークと呼ばれています。最後に不安定型。このタイプはパートナーとの間に過度な依存的関係を求め、自殺をほのめかして気を引こうとしたりするなど、相手をとにかく振り回し、様々な支配的行動をとります。また、同性においても対等で良好な関係を築くことが難しいとされています。次に DV の研究者であるダットンとゴーラントによるある見解をご紹介します。DV に至る男は妻に対し性的な嫉妬をしている。そのため妻を罵るときに性的な言葉を使うのである。彼らは自分に自信がないため、過度な不安から妻の浮気を疑い、最悪な事態を勝手に想像して、自分が作り出したフィクションに怒っている。そして、見捨てられたと感じた時に、パートナーに虐待をするのだ。ダットンとブローイングが行ったこんな実験もあります。彼らは DV の加害者に、ある夫婦喧嘩の様子を録音したテープを聞かせました。すると DV の加害者は妻の自立に関する言葉に過敏に反応したのです。これはどういうことかというと、夫は妻を必要としており、見捨てられることをひどく恐れていますが、それを意識的に理解していないのです。それは隠れた依存と呼ばれ、暴力はその隠れた依存から目を背ける働きをするのです。結びになりますが、前述したように DV にはサイクルがあります。問題はハネムーン期です。ここで合理化をしてしまうと DV が繰り返されてしまう恐れがあります。虐待や暴力、モラハラを日常的に受けている方は合理化をせずに
知人や家族などに相談し、パートナーとの関係を見直す必要があるでしょう。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。